こんにちは、バラブです。いや、ガジェットの秋、物欲の秋ですね。はい、というわけで今回はですね、最近買ったものとちょっとね手放しちゃったものについていろいろと紹介していこうと思います。いや、今月は結構ね iPhone 発売されたりとか、いろいろね各社メーカーが本当に新製品発表してるタイミングだったので、結構いろいろ買ってしまいました。というわけで早速いってみましょう。はい、というわけで早速紹介していきます。まずはやっぱり iPhone 15 Pro ですね。最近ね、購入したスマホは2台あるんですけども、そのうちの1つがこちら Apple の iPhone となっております。今すでにね、動画で紹介していて、たくさんの人に見ていただけているんですけど、正直ね、そんなに使い勝手がめちゃくちゃ変わるかと言われたら、そこまでではないかなと思います。ただ、個人的にはやっぱりね、このガジェット好きとしては、ここにね、USB-C ポートを搭載したことで、今までなんかライトニングケーブルも部屋にしかないわとか、今この手元に USB-C しかないわみたいなね、そういうことをね気にせずに普通に USB-C 端子だけを持ち歩いて、普段ね家の中でも置いておいて使えるので、その辺は本当に便利ですね。本当に端子が変われば世界が変わるみたいな感じだと思うんですけども、それだけでもねぶっちゃけ買ってよかったかなって思うのが、ちょっとねガジェット YouTuber っていう感じがしますね。で、一応ねフレームもチタンになったっていうところで高級感は増しているんですけど、正直普段ねこうやってケースを装着しているので、別になんかこの横がチタンになったからすごいっていう感じはそこまでしないですね。ただ軽さがね 20g ぐらい軽くなっているので、その辺の軽さみたいなところは魅力的かなと思います。とはいえね、現在は SIM を入れていなくて、基本的にはもう Vlog 用のカメラとして使ってる感じです。この iPhone に関しては、YouTuber とか本当にね映像を作る人がすごい好きなねカメラの設定とかがいろいろできるようになってるんですよね。詳しくはね前に紹介した動画見てほしいんですけども、こうやってビデオを選択すると、このプロレスログっていう形式で撮影ができるんですよ。これはめちゃくちゃデータ容量が重くて、512GB のねストレージでもなんか70分ぐらいしか撮れないようなね本当に重たい形式なんですけど、これで Vlog とかを撮影することによってすごくねカメラで撮ったかのような、結構ね一眼にも近いような風合いで結構 Vlog とかが撮れるようになるので、その辺がねやっぱり買ってよかったなっていう点ですね。最近はねこれで結構 Vlog を撮りためていて、子供のね撮った写真とかを後でねこう PC に移して PC 上でねいろいろ編集するっていうのをやっています。あと端子がねこれになったことで、普段使っているこういうね YouTube 用のマイクとか、出先で使っていたマイク、ピンマイクみたいなのも使えるようになったので、その辺はね本当に嬉しい点ですね。正直体験としては前モデルからの買い替えだとめちゃ感動するわけではないんですけども、USB-C になったり新しいものが欲しいっていう人は結構ねおすすめです。この辺はね前にも動画で撮っているし、 iPhone の選び方みたいな動画も作っているので、そっちもねチェックしてみてください。はい、というわけでトバログとしては結構珍しいスマートフォン2連チャンなんですけども、このね Galaxy Z Flip 5もちょっと前に紹介しています。これがね実は結構良くて、今はね完全なるメイン機として使っている感じですね。で、ここにね D ブランドっていうメーカーのスキンシールを貼って、もともとは黒っぽい画面なんですけども、今はね白いフレームの感じで使っています。やっぱりなんだかんだねメインとして使っている理由としては、このサイズのコンパクトさですね。結構普段いろいろなところに持ち歩いたり、コンビニに行く時もねなんか手ぶらで自転車で出かけたりするんですけど、そういう時もねポケットからねポロって落ちて壊しちゃうみたいな心配も少ないし、結構最近こういうねポケット付きの服を着ることが多いんですけど、こういう服にもこうやってスポッて入れておいて、そんなにね飛び出ないし違和感がないというところで結構ね重宝しています。で、普段ね通知を見るときはこうやってさらってやって、ここでねいろいろな情報が、通知欄が見れるし、それでね必要十分だったりするんですけども、普段ねスマートフォンとして使うときはこうやってパカって開いて、こっちでねいろいろな情報を見たりしています。意外とねこの画面が鮮やかな感じも気に入ってるし、こうやってね
カメラを起動すればすぐにこんな感じで自撮りができるっていう点も結構ね、子供と2人で写真を撮る時とかは重宝しています。折りたたみスマホの難点としては結構ね、指紋がつきやすいっていうところがあって、このね、ペタペタと指紋がつくのが苦手なんですけど、一応ね、この表面には塗るフッ素コーティングみたいなのをしていて、極力ね、こう指紋がつきにくいようにしていたり、このね、あと表面、この裏面と、正面についてはミヤビックスが出している非光沢のなんか指紋防止みたいなシールを貼っていることで、ここにねほとんど指紋が目立たなくなって、しかもマットな雰囲気になったので、これがね結構気に入っています。このミヤビックスの指紋防止のフィルムの上に D ブランドのねスキンシールを貼っていることで、ちょっとねオリジナリティが増している感じがします。これはめちゃくちゃ可愛い。この感じでね、お財布携帯も普通に使えるので、クレジットカードと紐付けてエディとかを使ったり、あとねスイカを使ったりできるので、これはねすごいいいですね、この感じ。はい、続いてね、スマホ系のアクセサリーでちょっとね、面白いものを買ったので紹介します。これは何かっていうと、実はね、スマホ用の、三脚というかスタンドなんですね。カメラ好きなら知ってるんですけど、レオフォトっていう中国のめちゃくちゃコスパいいのに作りもしっかりしてるメーカーの、三脚です。iPhone が普通にね、ビデオカメラというか Vlog カメラとしてめちゃくちゃ使い勝手が良くなったので、これはもうちょっと三脚的なものが欲しいなと思って、スタンドにもなる三脚にもなるみたいなところでこれを買っています。これをグイッとやるとこんな感じで伸びるんですよね。これ結構な高さまで伸ばすことができて、でここをねパカッと開けることでこんな感じで自立するっていうやつです。ちょっとね角度的に気をつけないと後ろにガチャンって倒れたりもするんですけど、このままねスマホをカシャッとこう取り付ければこんな感じでスタンド的に使うことができます。正面から見るとこんな感じですね。これを地面にこう置いて、こうね角度を自由につけながら、動画が撮れる。しかも縦位置もねこんな感じでグイッといけちゃうっていうところで、ちょっとね高めではあったんですけど、やっぱり作りがしっかりしたものがいいなということでこれを買っています。これ自体結構フレキシブルで、ここにねボールがついていて、こうね角度をぐねぐねとつけて、傾斜に置いても自立するようにしたりとか、こうやってね低めに使うこともできたりとか、ちょっとね高さが欲しい時とかはこうやって高さをつけて、ライブ配信とかね自撮りをする時用にこう高さをつけるっていうこともしやすいんですね。でしかもねこれよく考えられてるなって思うところが、ここにね三脚ネジ穴がついていて、ここに三脚を装着したりとか、あとこの足部分、これアルカスイスに対応してるんですね。なので普段使っているこういうねモバイルタイプの三脚があるんですが、これをこうやって立てて、これで高さを出した上にさらにねこのスマートフォンスタンドを装着すれば、普段ねカメラ用に使っている三脚をそのままねスマートフォン用の三脚としても使えるんですよね。あと意外と便利そうだなっていう点で言うと、これ結構高さがね出せるので、こうやって例えば Bluetooth キーボードを接続してこのまんまね、画面を使えば簡単にこうポメラみたいな感じでメモ用のねデバイスとしても活用しやすいんじゃないかなと思います。ちょっとね見づらいと思うんですけど、こんな感じである程度なね高さが出せるので、普通にノート PC を使ってるぐらいの頭の角度でこのねスマートフォンの操作ができるっていう点がいい感じですっていう汎用性がかなりあって、しかもね折りたたむと 100g もいかないぐらいでかなりねコンパクトになるので、これはちょっと高かったけど、後々を考えるとね、買ってよかったなと思うアイテムです。これもね概要欄に貼っておきます。はい、続いて購入したものがこちらですね。これヘリノックスのめちゃくちゃ軽いテーブル、これずっと探してたやつなんですけど、これをね購入しました。これねめっちゃいいんですよ。これぐらいに小さく畳まって、重さがねなんと 1.5 キロほどっていう、結構ねもうこれ椅子と一緒に合わせて持っても全然ね軽い感じです。で耐荷重がね50キロぐらいあるので、普通にねこういうところで広げて簡単にチルしながら作業するとか、PC 作業とかもね全然できちゃいそうな感じです。でこれをこんな感じでこう広げて、骨組みがね今こんな感じですね。でこれに対してこれがね天板で折りたたみ式なんですけど、これをこう重ねるだけで、テーブルになるっていうアイテムですね。これサイズが2サイズあるんですけど、僕はちょっと大きめのタイプを選びました。キーボード置いたりとか、パソコンをね置いて使ったりもできそうです。
これこんな感じでもう本当にね片手で持てるぐらいの重さながらこのサイズのテーブルに仕上がります。で前にもね結構昔に紹介したチェアリングする時用の椅子があるんですけど、実はねこれも同系色のもので揃えてます。ヘリノックスホームのコヨーテだったかな、違うか、サバンナみたいな名前だったんですけど、そのね椅子をこうやって使いますね。でこんな感じで座るともうこれだけで即席でね、カフェというかこの公園の中に作業環境の、デスクとチェアがね完成するっていう感じですね。で結構持ち運びに関してもかなりね椅子とテーブル小さく折りたたまるので、こんな感じで自転車で来ていても全然ね、持ち歩ける感じかなと思います。近くでねコーヒーを買ってきて、でパソコンをね広げながらここで作業っていうのも結構いい感じですねこれから。で特にこのテーブルに関してはね実は結構ずっと探していて、このねカラーがなかなかなかったんですよね。今までは本当にブラックとかそういう色しかなくて、これ買おうかな、でもこの椅子と色合わせたいしなっていうのがあったんですけど、これがね最近5月ぐらいにヘリノックスの方で直営店がね原宿の方にできて、そこでねこの間店舗に行ったらこの色の在庫があったのでその場でね購入してきたっていうわけですね。でこれ自体はもちろんね日本だけじゃなくてオーストラリアにも持っていこうと思っていて、オーストラリアの荷台にね積んでおいて、海沿いのところとかでこの辺をねちゃんと固定してこのまま、チェアリングしながら作業とかもできそうかなと思っています。もうちょっとね使い込んでからちゃんと紹介したいですね。はい、続いてね買ったものだとこのねパナソニックのラムダッシュパームインは本当にね買ってよかったなと思います。詳しくはね前にも動画で撮っているんですけども、やっぱりねこの見た目とこのサイズ感ながらめちゃくちゃパワフルっていうところが肝ですね。本当にこうやってパカってやるとここね5枚刃になっていて、結構がっつりとヒゲをねキャッチして、ガーって反ってくれます。それでいてこのサイズ感とあと 152g っていうスマートフォンよりもね軽い重さが魅力的なので、結構ヒゲ剃りってもう見た目とか大きさによってパワーってだいぶ変わってくる傾向にあったので、持ち運び用のね出張タイプと家で使うタイプで分けて使ってる人も多かったと思うんですけど、これだとその辺が1台で済むのでそれはね魅力的かなと思います。でしかもこれ見てもらいたいんですけど、充電はねここ有線で USB-C でできるんですよね。これ iPhone とね充電ケーブルが同じっていうところで、その辺もね考えて旅行用としてもかなりね最適かなと思います。で一方でねちょっと値段が高いっていうところはあって、これのね1個下の色が違うモデルだと3万円からで、この白いモデルは4万円とかしてくるんですけども、その辺のねいろいろコンパクトさとか、この唯一無二な感じなのに機能的とか USB-C で充電できるとかいろいろ考えた結果、4万円でも買いだなっていうところで買ってるわけですね。今のところねこのパームインを毎日1ヶ月ぐらい使ってるんですけど、やっぱりね買ってよかったなと思ってます。結構懸念してたのだとバッテリー持ちが弱いんじゃないかとか、すぐね充電しなきゃいけないんじゃないかと思ってたんですが、1ヶ月使ってるけど、そんなにがっつり反るわけじゃないけどまだ1回もね充電してないですね。そのぐらい結構電池持ちはいいかなと思っていて、でかつここがねパワフルなので本当にひげ剃りも結構綺麗にできるっていう点からおすすめしたいアイテムですね。はい、というわけで続いて紹介するのはめちゃくちゃニッチなアイテムなんですけど、データカラーっていうところのスパイダーチェッカーフォトっていう、カラーチェッカーってね呼ばれるものを購入しました。これこんな感じのプラスチックのやつなんですけど結構高いんですよね。2万円近くした気がします。これはねどういう風に使うものかっていうと、こうやって開くとねいろいろなカラフルな色がここに出ているんですが、これをねカメラで撮影することでよりね、他のカメラの色と色合わせをしやすくなるっていうものですね。今ねトバログこの今撮っている一つのカメラと、でこのね今俯瞰で撮影しているカメラ2台でねこの動画を撮っているんですけども、ちょっとねおかしくなりすぎないようにカラーコレクションっていうのをやるんですけど、それをねする時に結構しやすいっていうアイテムですね。かつこうやるとよいしょ、ちょっと硬いんですけど、こうやるとホワイトバランスをね合わせるっていうこともできます。ずっとねこの環境で動画を撮るのであればそこまでねホワイトバランスとかいじらずにずっとねマニュアルで設定しておけるんでいいんですけど、結構ねトバログの場合カバンの中身とかルームツアーの取材で、先方の家に行ったりもするんですね。そういう家に行く時とかにこれをね持っておくと、例えば3時間撮影して日の向きが変わってホワイトバランスが変わっちゃうっていう時とかもある
程度こうやって適度にね写真を撮っておけば、シーンが変わったり時間が変わったりしても色合わせしやすいっていうところでこれを購入しています。いや結構ね今まで手動でやってたのめっちゃ大変だったんで、これである程度合わせられるのは熱いですね。続いて購入したものだとこのね α6700 なんだかんだ言ってねいつも持ち歩いてるVlog 用としても写真用としても使ってるカメラなんですけど、それに合わせて使う 15mm の F1.4 のコンパクトな APS-C サイズのレンズを購入しました。これめちゃくちゃいいですね。これはやっぱりね紙レンズと言われてもね過言ではないぐらいめっちゃ軽くて、しかも明るくて広角っていう Vlog を撮るのに最適なねカメラっていう感じ、レンズっていう感じですね。さっきね紹介した日常的なね Vlog に関してはこっちの、iPhone 15 Pro をね使おうと思ってるんですけど、仕事でね動画を撮るときとか取材のときとかって写真も撮るし動画も撮るってなるとやっぱりねカメラは必要なんですね。でその中でも α6700 ってめちゃくちゃ軽くてコンパクトで見た目もいい感じなので結構ねそれで使ってたんですけど、今まで使ってたこの広角レンズとかだとちょっとね広いのはいいんですけど暗いんですよね。α6700 はね APS-C のセンサーを搭載していて、あんまり ISO を上げすぎるとすごくねノイズが乗りやすくなっちゃうんですね。でその辺で結構悩んで、これだったらα7C2 あたりを買った方がいいんじゃないかっていうね話に落ち着こうとしてたんですけど、やっぱりこの見た目の可愛らしさと軽さと、あと何よりこのレンズのねコンパクトさながら写真もね2600万画素で撮れるっていうこのね万能さがやっぱりもう少し使い込んでいきたいなっていうところでこのレンズを迎えた感じです。でISO感度を上げたくないのであればより明るいレンズを使えばいいんじゃないっていうところで、このね1.4 っていう F 値めちゃくちゃ明るいレンズで広角のやつを買ったっていうわけです。このレンズめちゃくちゃいいですね。結構暗めのレストランで撮っても ISO 感度をねそんなに上げずに撮影できるので、ノイズがねがっつり乗ってもう本当に見づらい映像になるっていうこともそんなにないんですね。しかもそれなりにね広角、15mm 換算すると 21mm とかそのぐらいかな、そういう感じで撮れるので Vlog でね自撮りするときはもちろん、普通にね物撮りをするときとか周りをこう撮影するっていう取材みたいな時とかもかなり使い勝手がいいかなと思っています。でやっぱり何よりね軽さが魅力的ですね。このレンズこうやって重さを測るとフィルター込みで 232g なんですよ。この F1.4 っていうレンズをフルサイズで買おうとすると本当に 1kg 近くなってくるようなものだと思うんですけど、ボディとね合わせてもいろいろ付属品ついた状態で 750g っていう写真をね撮るにしてもこうやってね Vlog で自撮りをするにしてもちょうどいいね価格なので、これは気に入っています。買ってよかった。はい、続いて購入したものはこちら。なんとね前にもルームツアーをさせていただいたイラストレーターのケイ・メグロさんの作品を購入させていただきました。いやめちゃくちゃ嬉しいですね。こんな感じのサイズ感なんですけども、ケイさんの作品ってなかなかね購入することができないので、このタイミングで迎え入れられて本当に最高です。このイラストに関しては前にねハワイのマウイ島で火事が起きてしまったんですけども、そのチャリティーのために描かれたものです。ケイさんの作品ってこんな風にね鉛筆を用いてモノクロですごいリアルなね絵を描くってところがすごいかっこいいなって感じなんですけども、今回はマウイ島のランをモチーフにしてチャリティーとしてイラストを描かれています。この絵自体はもちろんなんですけど、チャリティーでそうやって自分のね絵とかそういう作品を提供してそれを返すっていうスタイルがめちゃくちゃかっこいいなと思って、そういうところもねやっぱり感銘を受けて購入したっていうところですね。どこにねこれを飾ろうかすごい迷うんですけど、本当にこの後ろのこういうところとかに置いて飾っていこうと思います。はい、続いて紹介するのはこちらのこの半袖のシャツですね。この時間に半袖シャツかって感じなんですけど、これ結構ね、最近購入していいなと思ったアイテムです。ワルドっていう知り合いのねファッションデザイナーの人が立ち上げた服のブランドで、そこのねやつなんですけど、なんかこう自然と融合するようなだけどミニマルデザインみたいなところがね特徴的な服を展開してるんですが、そこのこの半袖シャツがめちゃくちゃ機能的なんですよね。こんな感じでポケットとかがあっ
て、こうやってねいろいろなものをこの体のラインとかそういうシルエットに合わせてポケットが備わってるっていう点がファッション文脈ながらもちょっとねガジェット味を感じたので、今回ねちょっと購入してみました。このね体のラインに合わせてこういうポケットがあって、意外とマチもね深い感じですね。こんな風にで、かつここにもポケットがあって、この中にこうストッとね入れて持ち歩けるので、こういうねファッション系の文脈の服を着ることってほとんどないんですけど、今回このポケットが備わってるっていう点がめっちゃこれ実用的じゃねと思って購入しちゃった感じですね。でかつこれに関してはもうね終売してしまったんで、買おうと思って買えるものではないと思うんですけど、もしねガジェット好きの人とかがいたら、合うサイズがあれば多分ね購入できると思うのでチェックしてみてください。はい、続いて最近買った本のコーナーなんですけど、最近ねインパクトがあった本というか漫画なんですけど、こちらですね。正直不動産っていうやつで、このなんか嘘をつけなくなってしまった不動産仲介業者の人が嘘をつかずにね営業をしていくっていうもので、今までこうなんかブラックボックスだったような不動産の現場とか不動産業者がどういうふうに考えているのかみたいなところがね、本当に赤裸々にというかリアルにね綴られているもので、これはね結構買ってよかったなと思います。例えば家を買う時売る時の話だったり、賃貸でもね敷金とかそういうなんか諸経費みたいなところでちょっと水増しされてるところはどういうところなのかみたいなところが書かれてる感じですね。で結構最近というか大人になってから割と不動産が身近になっていくじゃないですか。自分で家も借りるし、あと僕ら世代30歳ぐらいになってくると結構ね家を購入するか賃貸に住むかっていうね結構選択肢もあったりすると思うんですけど、その辺でなんかこう騙されたくないなとか、この辺なんか知識全くないんだけどできるだけなんか知識武装していきたいなみたいな、そういう時とかにこれを読んでおくのと置かないのではなんかいろいろと変わってくる気がしますね。で普通にね本っていうわけではなくて、こうやってねストーリー仕立ての漫画形式で話が進んでいくので、その辺もね本当に分かりやすいというか、スルスル続きが気になってどんどん読み進められるので、その辺楽しみながら読む日本史の漫画のやつに近い感じがします。でかつ後半の方ではねエッセイ調にそういう内容が綴られていて、取材した時のこういうリアルな内容とか、こういうのにね騙されちゃうんですよねみたいな話とかが結構あったりするので、全18巻でね結構重かったりはするんですけど、かなりこれは参考になるので今回紹介してみました。気になった人は概要欄からチェックしてみてください。はい、続いてね手放したものですね。まだね手元にはあるので完全に手放したってわけではないんですけど、このね、VR デバイスをちょっとね手放そうと思っています。これ前にもね確か買ったものとかでどっかでね紹介したと思うんですけど、HTC が出している Vive XR Elite っていう、VR XR グラスですね。これ本当はね動画で紹介しようと思って実はね動画まで撮っていたんですけど、あまりにも使い勝手が微妙すぎて動画もねお蔵入りしちゃったものなんですよね。コンセプトとしては結構良くて、このサイズ感でこのなんかね缶ジュースと同じぐらいのねサイズ感ながら結構綺麗なね、VR 体験ができるっていうところで、これは本当に未来だなっていうので、発売するまではねかなりいろんなところで評価が高かったんですけど、いざ発売されてみるとちょっとねグラスのね質があんまり良くなかったりとか、あと発表されるって言われていたワークスペースアプリとかも未だに展開されてなかったり、例えばね前にも紹介したイマーズドっていうワークスペースアプリとかでこうやってねハンドトラッキング操作ができずに、結局このものすごく大きめなコントローラーも持ち歩く必要があったりとかで、その辺がね総合的に考えると、メタクエスト3も出るしピコ5とかの噂もあったりするので、一旦ちょっと手放しちゃおうかなと思っています。はい、と手放したものだと iPhone 14 Pro Max も手放してしまいました。やっぱりねこっちに買い替えるっていうところで手放したり、あとGalaxy S23 Ultra も結構ね最近買ったばっかりだったんですけど、やっぱ最近はねフォルダブルスマホの方が面白いなっていうところで、今回 S23 Ultra は手放して今この3台のスマートフォンで生活しているって感じです。この辺がねいろいろとどんどんね流動的に変えていきたいなっていうところですね。あと実は11月1日からオーストラリアにちょっと行く予定があって、それでね引っ越しをしちゃうので、ここにある無印良品の棚だったりとか、いろいろね DIY してた時の棚とかそういうのもね崩していこうと思います。この辺はね後ほど Vlog 撮っていこうと思います。
思います。はい、というわけで今回はこの動画終わりにしようと思います。気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録といいねボタン、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ともろくでした。